こんにちは、京香さん。私のチャンネルへようこそ。さて、トルコとイスラムについてお聞きしたのですが、以前トルコに行ったことがあるとおっしゃっていましたが、初めてトルコに行った時の気持ちを教えてください。Merhaba, Şeyda nasılsın? 一番初めてトルコに行った時の印象ですけど、イスタンブールにまず着いたんですけど、すごく広くって賑やかで活気もあって、だけど高いビルに囲まれてないので空がすごく開けてて、本当にすごく居心地のいい街だなって思いました。それが初めて着いた時の印象で、あとはおじさん同士で道ですごくチャイを飲んでいるのが印象的で、日本であんまりおじさん同士でチャイを飲んだりするのを見たことがないので、ちょっとびっくりしました。トルコに行く前に悪い考えはありましたか？もしそうならトルコに行った後に変わったのですか？2番目の質問なんですけど、トルコに行く前から悪いイメージは全然なくって、むしろすごく親日家のイメージがあったので、全然悪いイメージはなかったですね。行ってからもいいイメージのまんまで、本当にみんな親切ですごくあったかい国だなと思いました。イスラム教徒になることを決心したとき、イスラム教についてどのように感じましたか？あなたがイスラム教徒になってから、あなたについて何が変わりましたか？イスラムであなたに最も影響を与えるものは何ですか？3番目にムスリムになろうと思ったきっかけは、一応イスラムに興味持ってから1年ぐらいちょっとずついろんな人に教えてもらったり、勉強自分でもしてみたりしたんですけど、一番決定的だったのは YouTube を見てて、イスラムについての、ビデオだったんですけど、日本語字幕がついてたので、ちょっと見てみようと思って見始めて、でその中に地球ができる確率っていうのが、ゴミ箱のゴミ収集所のところに風が吹いたらたまたまジェット機ができるぐらいの確率だっていうのがあって、今まですごく精神的な面でいろんなことを学んで、精神論でいろいろ書いてあったり教えてもらったりしたんですけど、やっぱりボンムスリムじゃないからあんまりピンとこなくて、でもそれをちょっと理解するっていうのが今まで生きてきた自分の経験とかもあるので、なかなかすんなり全部を受け入れられなくて難しかったんですけど、それをそのビデオで見た時に、数学的にも、論理的にもうこうやって数字として現れてるんだなって思って、その時に、神様のことを例えばいない前提として否定しようとすればするほど、否定できないことが明らかになっていくんだなってすごく思って、それからじゃあもうこれはもういるっていうことにした方が全部の辻褄が合うんだなってすごく納得して、その時に初めてこれはなんか信じるべきものだったんだなっていうのがすごくはっきりしました。日本人は多分信じなくてもそんなに悪いこともしてないし、今までその信じる必要性がどこにあるのかっていうのが理解するのがちょっと難しいと思うんですけど、理解してなくても、イスラム教じゃなくても別に殺人をするわけでもないし、何をするわけでもないのにって思っちゃうんですけど、だからそういうところがすごく難しいんだと思うんで、
私はだからその精神論でいろいろ教えられるよりも数字として否定できない事実を突きつけられた方がすごく納得しました。以前にイスラムについて悪い考えはありましたか？そしてそれが今どのように変わってのですか？イスラムについて日本人に何をアドバイスしたいですか？4番目の質問ですけど、9.11 があったのでやっぱりイスラム教っていうイメージはあんまりいいものではなかったんですけど、それでもいい人がいるのと悪い人がいるっていうのは何の宗教でも同じなので、特にイスラム教徒だから嫌だとかそういうイメージはあんまりなかったと思いますね。であとイスラム教徒になってから変わったことは今までありがたいなとか思ってたことを、漠然と思ってたんですけど、でもイスラム教徒になってから感謝する相手がすごくはっきりしたっていうのが一番の変化で、相手がはっきりしているからこそ小さいことでも感謝するようになりました。で悪いことでも、何か意味があるんだろうなっていうふうに消化できるようになりました。最後にイスラムに興味のある日本人に何かアドバイスはありますか？最後のアドバイスなんですけど、日本語で探せる範囲って結構限られてるからちょっと難しいなと私も思うんですけど、とりあえずモスクに行ってみてクルアンをもらって一回読んでみたらいいんじゃないかなと思います。で何を言ってるかちょっとわからないっていう部分が結構あるかもしれないんですけど、調べてみたらインターネットで結構書いてあったりする部分もあるし、モスクにいる日本人の人にこれは何ですかって聞いてみてもいいかなと思います。はい、以上です。京子さん、ありがとうございました。ご質問やご意見はコメントでお知らせください。ビデオを共有して購読することを忘れないでください。次のビデオでお会いしましょう。じゃあまたね。アッサラムアレイクム。